オラウマノース。ジラーノレロッソと申します。9回の猫背を終えたバーチャル猫股になりました。ではですね、今回お話しするのは、神隠しにあったお話をします。僕ですね、結構神隠しによくあったりしてたんですけど、その中のですね、最初の神隠しについてお話しします。この話はですね、以前別のところで、いろんなところで話した結果、ちょっと怪奇現象あったりするので、その際はですね、ご了承ください。ではお話ししていきます。あの日はですね、長野の山奥で起きたお話です。夏である長野は、やはりですね、とても涼しくて、空は真っ青の本当に綺麗な青空でした。その中で僕はですね、当時、人間さんなんで、親御さんとあんまり仲が良くなくて、お母さんからですね、結構痛いこととかされていたんですよ。で、そのある日に、僕は、母親にですね、怒られて、もうすごく泣いたんですよね。で、自室に戻って、一人で泣いていたところ、当時皆さんですね、イマジナリーフレンドとかいるとは思うんですけど、そういった類の子が、いつの間にか家にいる、必要な時にいて、急に消えるという存在がいたんですよね。で、その時もいたんですよ、目の前に。どうしたのボス君。お母さんに痛いことされちゃって。そうなんだ。それは悲しいね。うん。そうですね。その時もですね、いろいろなお話を深く聞いてくれて、ああ、本当に辛いな。ということで僕はですね、もう僕、人間やめたい。この世から消えたいよ。そうこぼしたんですよね。そしたら、彼はですね、そうかい。そしたら僕がこの世界から救ってあげるよ。そう言うんですね。そんなことできるの？うん。できるよ。こっちに来て。彼はですね、押し入れを開けたんですよ。普段押し入れには僕のですね、布団とおもちゃとかがいろいろと入っているんですけれども、開けたら真っ暗な世界しかなくて、ちょっと変だなぁと思いながらも、彼はですね、ここをくぐれば優しい世界に行けるよ。大丈夫。痛いのも悲しいのももうなくなるから。って言ってたんです。でも彼はもうほんと長年一緒にいたものなので、信じることにしたんですよね。なので、押し入れ普通の押し入れの2段のやつなんですけども、下の方にですね、うずくまって進んでいったんですよ。彼が先頭にずっとこう、ずりずり、ずりずりと、ほふ前進で歩いていて、僕も同じようにずりずり、ずりずりと進んでいたんです。で、そんなにですね、押し入れの中は、L 字型だったんですけれども、長くはなかったんですよ。なので、すぐに、角にぶつかるはずなのに、なんか待ってど暮らせど、ずっと進んでも先にぶつからなくて、もうそこで変だなーって思いつつも、僕はですね、純粋に、いつ着くのって聞いたんですね。そしたら彼は、まだだよ。信じてほしい。絶対にいいところに着くからね。って優しい声で言ってくるんですね。なので僕はもう信じるしかないので、そのままですね、ずりずり、ずりずり、歩いてたんですよ。そしたら、結構、進んでもたどり着かないので疲れてきちゃったんですよね。なので僕はもう正直に、疲れちゃった。ちょっと休憩したいな。って言ったんです。そしたら、彼はちょっとですね、一旦待って、静かに考えて、僕に言ったんですよね。うん、わかった。じゃあちょっと休もっか。で、一息、4、5分、わかんないですけど、歩いてた、休憩したんですよね。で、また、
もう大丈夫だよって言ったところ、また一緒にズリズリ進んでいたんです。とはいえ、全然着く気配がなかったので、僕たちどこに行こうとしてるのって聞いたんです。そしたら彼は、大丈夫だよ。優しい世界に行けるから。で、同じトーンで言ってきたんですね。で、こういうことは初めてだったので、どんどん不安になってきたんですよ、僕も。いつ着くのって聞いたんですけども、もう彼はただ、大丈夫。優しい世界に着くから。待てど暮らせど全然着かないんですよ。そしたらどこからか、ラサ、ラサ、ラサ、僕を呼んでる声が聞こえたんですよね。あ、お母さんの声だ。僕は、ふとですね、振り返ようとしたんですよ。そしたら、絶対に振り返っちゃダメ。彼は急にですね、声を荒げまして、一回もこういうこともなかったのでびっくりしちゃったんですね。どうしたの？絶対に振り返っちゃダメ。振り返ったら、もう優しい世界に行けないよ。え？急に怖くなりまして、でも、僕を呼んでる声はどんどん強くなっていくんですよ。ロッソ、ロッソ、ロッソどこにいるの？どこにいるの？僕、戻らないといけないよ。お母さんああなっちゃうと、とっても怖いから。知ってるよ。また叩かれるけど、いいの？でも、僕、戻らないと、お母さんに怒られちゃうよ。ダメだよ。辛い日々が待ってるよ。でも、僕戻るね。ごめんね。僕振り返ってですね、そのままズルズル、また、道を引き返すんですよね。そうするとですね、目の前に結構眩しい光がありまして、あの光に向かって行けばいいんだって思って進もうとするんですね。そしたら後ろから、そっか。君はそっちを選ぶんだね。でも大丈夫。いつか、迎えに行くからね。その時また会おうね。って言って、また振り返るとですね、誰もいないんですよ。あれって思いながらも、僕はズルズルと部屋に戻っていくんですよね。そう。光をですね、光に向かって進んでいると、いつの間にか元の部屋に戻りまして、で、下から、ロッソロッソ叫んでるんで、降りていって、お母さんここだよって言ったら、あなたどこにいたの？ 4 時間も。青年団とか捜索隊出しちゃったんだからね。今お父さんに、急遽仕事からですね、すぐに戻ってもらって、青年団と一緒にあんたを探してるのよ。いや、僕は知らなかったんですよ。体感15分30分の出来事だったんですけども、現実には4時間ですね、行方不明になっていて、警察とか捜索隊とかが、山の中をですね、探していて、で、実際は僕はどこにも出てなかったという形だったんですよね。一応警察の方もですね、家の中を、いろいろ探したんですけど、押し入れはそのままでしたし、一応屋根裏部屋をですね、見たところ、なんか見つかったらしいんですけど、とはいえ、屋根裏が埃しか溜まってなくって、何かが歩いたっていう形跡はなかったので、神隠しから戻ってきたんじゃないっていうことでですね、僕一時期地元から崇められる、神に好かれてしまった子供ということで崇められてしまったっていう過去がありました。いかがだったでしょうか？不思議だな、怖いなと思っていただけたら幸いです。よろしければチャンネル登録、高評価していただけるとですね、引き続き、いつものゆるい感じではなく、こういった怖い
ようにお話しさせていただきますので、よろしくお願いします。では皆さんまた、次の階段で。チャオー